はい、皆さんこんにちは。今日は、ベッドから収録しています。お腹が痛い。月に1回のあれですね。ちょっとなんか声も寝起きみたいな声してますけど、さっきまで YouTube の録音したり動画編集をしてました。ちょっと机の前、椅子に座ってるのがしんどくなったんでベッド来て、ポッドキャストこのまま撮っちゃおうと思って、今撮ってます。いや、お腹痛い。お腹痛いってめちゃくちゃ言うかもしれないです。薬もね、飲んだし、あったかいもの飲んで、腰も温めてるんですけど、今日はね、ちょっとこの話と、あと昨日初めて健康診断を自分で予約したんですね。ちょっとその話もしようかなと思います。そう、健康診断ね、毎年去年まで会社員だったから、もう何にも考えずに、会社がね、お金払ってやってくれるじゃないですか。で、自分で日にちは、会社によるけど、日にちが決められてた時もあれば、日本語学校の時は、自分で予約したっけな。もう忘れちゃったんだけど、とりあえず毎年、健康診断は受けてました。私はね、採血、血を抜くやつが嫌いなので、ちょっと健康診断はね、憂鬱だったんですけど、でも、いつもいい病院だったなーって。だから、会社員の時に行ってた病院と同じところで自分で予約をしました。いや、改めてね、この費用を会社が負担してくれてたんだと思うと、やっぱり会社員ってありがたいなと思いました。今回私5万円かけて健康診断するんですけど、でも結構オプションつけたんでこの値段になっちゃったんですけど、会社員の時、20代だったっていうのもあるので、そんなに高くなかったのかな。一応その健康診断 A、B とかなんかフルバージョンとか、あと人間ドックとかって、私は、健康診断のフルバージョンにしたんですけど、で、それに追加して、ちょっと婦人科、女性のね、あの、それも毎年やってるんですけど、それがオプションだったから、入れました。で、5万円か。で、しかも、私、今、個人事業主なんですけど、個人事業主って健康診断経費にならないんですね。法人化したら経費になります。だから、しょうがない。でも健康は大事だから、そこは全然問題ないんですけど、そう、初めて自分でこうやってちゃんと調べて、こういう感じなんだっていうのが、で、自分に何が必要なのかってわからないから、今回初めて胃、胃の検査をします。胃の検査って、だいたい30、前勤めてたところは、胃の検査はね、ある年齢以上、胃カメラとバリウムがあるんですけど、で、私今回やってみようかなと思って、今までやったことないんですけど、で、胃カメラとバリウム、胃カメラのがちょっと高くて、だから、今回はバリウムにして、また次回胃カメラやろうかなと思って、それを選びました。で、12月に行きます。もう、オプションもさ、本当にいろいろありすぎて、だから、看護師の方に LINE で相談しましたもん。なんかそういうね、公式 LINE で窓口がありまして、相談させてもらって、すごい丁寧に返してくれて、ね、あの、東京都のその区で、
その女性のがん検診、がんの検査って結構安くとか、あと無料でできるクーポンがあるから、そっちの方がおすすめですよって言われて、あ、それにしようと思ったんですけど、ちょっとね、年齢がまだ、40歳以上とかだったんですよ。あとなんかね、なんだっけ、30歳ぴったりとか。だから私当てはまらなくて、あ、じゃあいいやと思って、あの、自分で病院予約しました。そこはね、すごい綺麗で、スタッフさんもすごい優しかったんで。まあ、っていうか、どの病院もね、全部綺麗で優しかったなと思うんですけど、まあ、迷わずそこにしました。ただ多分、一般的、ちょっと高いと思います。多分場所もいいし、まあでもね、自分が、まあ病院ね、苦手なんで、やっぱりいいところがいいなと思って、そこ昨日予約しました。そうでね、まあ、このね、生理痛というものですが、女性にしかない。私ね、そんなに重い方ではないと思ってるんですけど、やっぱ学生の時に、この生理痛で全然動けなくなってる友達とか、あと仕事行けない人とかね、そういう人たち結構周りにいて、私全然そうじゃなかったから、私は結構軽いんだなと思ってたんですけど、なんかね、会社員辞めてから、動けなくはないんだけど、ちょっとね、辛いなっていうふうに思って。でも一応毎年そういう、子宮だよな。婦人科の検診はしてるし、結構ね、よく行ってるんですけど、そこは問題なくって、まあちょっと私が思ったのは、結局これって、この痛みって、まあ、生理痛以外もそうなんですけど、なんか意外と外出てると大丈夫。多分気が紛れて、まあ、ちゃんと薬飲んでね。だから、今まで会社員で、それで会社行ってる時とか、まあ、痛かったけど、でも我慢できた。でもこの会社員辞めて家で仕事するようになってから、やっぱそのずっと座ってるっていうのがもう苦痛で、1日目、2日目はね、もうずっと痛い痛い痛いって言って、薬が効けば大丈夫なんですけど、やっぱそのね、薬が効くまでの間とかね、そう、多分家でじっとしてるから、もうそこの痛みに集中しちゃって痛いのかなと思って。うん、この1年間で何が変わったってね、まあ、会社員辞めてからこんなに痛いのちょっと不思議なんですけど、多分そうじゃないかなと私は思ってます。やっぱ生理になったら外出ないようにしてるし、まあ、基本いつでも外は出ないんですけど、まあ、ウォーキングとかね、あと買い物とかは行くけど、そういうのももう痛すぎて行かないんで、でもそうするともうもっと痛い痛いってなってだから、うん、それはあるのかなとは思ってます。でも本当先週末、友達と遊んだ時も、まあ、こういう話をしてて、で、やっぱりこの痛さとかってわからないじゃないですか。自分がこれは人と平均よりやばいのか、それとも平均的なのか軽い方なのかっていうのがわからなくて、で、こう話してた時に、うん、多分私以上にもっともう痛くて、もう動けなくなる人とかはやっぱりいて、でもね、うん、やっぱそういう場合は本当病院行った方がいいっていう感じで、私は病院は行ってるけど、まあ生理痛で病院は行ってないですけどね。でも定期的にそういう検診、チェックっていうのはしてるから、うん、まあね、ちょっとこればっかりはもうしょうがない。だから昨日も、あ、そう、あと、私、実家にいる時と、あと、まあ今ね、自分の家にいる時がやっぱすごい痛い。実家にいる時もすごい痛くて、多分、心が落ち着いてると、なんか痛くなるのかなと思って。外に出てると、ちょっと緊張してるから、痛みが紛れる。だから昨日も私なんか実家行く時スタバが近くにあるからいつもスターバックス買っていくんですけど、もう昨日やっぱ痛すぎてちょっとスタバは行くは行くけどスタバに
生理痛にいい飲み物あるかなとか言って調べて、そしたら一般的にココアがいいらしくって、もう初めてスタバでココア買いましたね。やっぱ体温めるっていうのとカフェインが良くないのかな。私普段は別に痛くてもコーヒーは飲むんですけど、昨日はもうなんか痛いと思ってココアを買いました。それでも今日もね痛くて今ベッドに来て、ポッドキャスト撮っちゃおうと思って、昨日夜中にアップしたんですけど、もう今、たくさん寝たから、ちょっと寝たくないのと、何しようと思ったらもうポッドキャスト撮ろうと思って、もうこの痛みを紛らわすためにも撮ろうと思ってます。いやー、やっぱりこのね月に1回の痛みは本当に女性は辛いよね。頑張ってるよね。でも結構イライラするっていうじゃないですか、この期間。女性はこの期間というか、なんだろう、これの前とか後とかも、私ねそのイライラは一切なくって、それは今までも、今もだから、その生理になってイライラするっていう感覚はちょっとわかんないんですけど、でも家族に言ったらびっくりされました。やっぱり家族、妹とかお母さんはやっぱびっくりじゃない、イライラするみたいで、もうめっちゃイライラするって言って、だからあれ命の母でしたっけ、薬局に売ってるんですよね。それ買って、もうついに買ったとか言ってたけど、いやこれ痛さもあってイライラもあったらきついな、寝るしかないなと思っちゃいますね。でも多分会社行っちゃえば大丈夫なんかな。なんかそんな状態でよくみんな活動してるなと思うけど、私はこういう状態になったら家にいる、じっとしてるんですけど、で、仕事はしたいから痛い痛いって言いながら仕事してで仕事集中してればいつの間に痛みはね忘れるんですけど、やっぱその痛みが治るまでがもう痛いよってね、独り言のように、家族にもね痛いって、家族もどうしようもないですけどね、それは。でも月に1回だから。でもこう喋ってるうちになんとなく治ってきた気がする。その健康診断について、えーさっき AI に聞いて、なんか海外だとこのね毎年の健康診断、会社員って会社負担で毎年できるじゃないですか。で海外だとそれはないよって聞いたことがあった気がしたから、改めて調べてみたんだけど、結構韓国とか中国は日本みたいに会社負担で毎年、あと2年に1回とか書いてあったかな。基本的にはできる。でも会社によるっていう感じで。で、欧米はそのシステムはないとは書いてありましたね。もう個人で健康診断したかったら受けるっていう。だからやっぱ会社員はありがたいな。っていうかもうそもそも健康診断ってめんどくさいし、行くのめんどくさいし、ね、それを会社がやってくれるなら行くしかない。めんどくさいなと思いながら毎年行ってたけど、それが全部なんかなくなって自分でやるとなると、でもやらなきゃとも思うし、でもなんかすごい迷って、まだこの年齢だったらこのオプションはいらないのかな、いやでもやっとこうかなってね。で結局今まで健康診断してて、引っかかったこと、その基本 ABCDE みたいな判定が出るじゃないですか。A は OK、B は、再検査はいらないけどとかで、なんか D と E は、もうやばい、再検査してくださいみたいな感じで、私ね意外とかじゃないと思うけど、 E とか E はなかったか、 D とか C がねちらほらあって、で再検査はよく行ってましたね。再検査行くと別に何もないんですけど、
例えば、なんだろうな、婦人科検診で再検査になったこともあるし、あとは、採血の数値ではなかったけど、うん。まあ、そんなないですね。やっぱ年齢が上がっていくと増えていくのかな。なんか、健康診断やって全部 A だと、いや、やった意味なかったってことは絶対ないんだけど、でもね、なんか、まあ自分は健康なんだってわかるからいいんですけどね。でもやっぱその、異常があるかどうかを確かめる。だから私はもう20歳から会社員だったから、健康診断毎年やってたけど、なんかもう20前半の時とかは、もう行かなくていいんじゃないかなとか思ってましたね。別に体どこも心配なところもないし、家計にもそういう病気の人もいないし、採血嫌だしとか行きたくないなと思ってたけど、でも義務行かなきゃいけないから行ってましたね。でもだんだん年齢を重ねるとやっぱり、でも自分で予約するってなるとね、毎年行った方がいいのか、いや今年はいいんじゃないかなとか思っちゃいますよね。今回は5万円ちょっと分検査しますけど、いろいろオプションを入れまして、ちょっと今日はテンション低めのポッドキャストをベッドで配信してるんでね、になってしまったんですけど、こういう日もあるよということで、月に1回のこういう日も休まず仕事はしております。痛いから休むってことはなかったかな。でもペースは落として、休憩したりしながら仕事はしてますね。でも本当にこの間帰国して、私毎年中国滞在してるんですけど、滞在期間中にこれなったことないんですよね。旅行中に体調を崩したことはないですね。たまによくわからないものを食べたりしてるけど、お腹も壊したことないし、それはね、ありがたいんですけど、もう怖いですもん。旅行とこれかぶったらどうしようと思って。今のところは大丈夫だけど、でも月に1回だからね、もうかぶるときはかぶるでしょうね。本当女性の皆さん、男性もそうですけどね、やっぱり健康はチェックした方がいいし、女性の皆さんはこの月に1回のこの苦しい期間、みんなそうなんだと思いながら、もう一緒に耐えていきましょう。で、これ、やっぱり私は大丈夫って思ってても、急にこういう感じで、なんか、毎月、急にしんどくなったり、私は会社員辞めてからこうなったんで、体質が変わったのか、環境が変わったからなのかはわからないんだけど、これはでもね、自分でやっていくしかないですよね。もう腰にカイロ貼るのはおすすめです。夏はちょっと暑いんだけど、冬は絶対これ貼ると、あるだけで落ち着く。あとは薬飲んで、でもこの間話してて、薬が飲めない方も結構いるんですよね。この痛み止めの薬。だから漢方を飲むとか言ってたかな。で、そのいい漢方がないとか言ってたかな。いやー、これ私すごい思って、薬飲めない人とか、あとは昔で、その薬がまだない時ってどうしてたのかなって、もう想像するだけで怖いです。私今薬飲んでるから助かってるんですけど、この薬飲んじゃダメって言われたら、もうどうすればいいんだって感じ。耐えられないな。耐えるけど。なかったらなかったで耐えるんだけど。だから薬は常にストックしておいて。あんまり
薬にお世話になることもあんまりないんだけど、月に1回のこれと、これもね、2日だけです。もう2日目以降はもう余裕で、もう全然痛くないし、もう気にならないっていう感じで。ほんとね、1日目2日目かな。もう毎月こんな感じで痛い時ポッドキャスト撮ってるかも。で、毎回このテンション低い声かもしれないです。文字起こしのスクリプトが溜まってる。あれ3つぐらい溜まってるかな。今日やろうっと。月末に近づくと、私いろいろとやることが増えて、やることが増えるというか、その月にやらなきゃいけないことをどんどん後回しにしていくものを、月末に焦ってやるっていう、それが私のルーティーンなんで、良くないルーティーンなんで、でもね、しょうがない。今日はでも今日はゆっくり仕事をしようと思います。天気も悪いし、なんか帰国してからずっと天気が悪くって嫌ですよね。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしようと思います。寒くなってるので皆さんも体調ご自愛ください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございます。バイバーイ。